どうも、デブトパンクです。というわけで、どうも皆さんこんにちは。魔改造されて人の姿をなくした隊長です。もう皆さんね、もうこの格好を見て、もうね、お分かりだと思いますけど、はい、そうです。今日は溶接機のご紹介です。隊長ね、昔ね、仕事でちょっとだけね、溶接、本当少しだけやってたんですけど、私ね、もうかれこれね、多分もう2、3年ぐらいね、溶接機触ってないんですよ。で、本当に久しぶりでね、いやー、ちょっと私できるかなってね、自信なかったんですけど、もう今ね、机の上にあります、こちら。ジェスマイク半自動溶接機 M135D。もうジェスマイク、ここ最近ね、チャンネル隊長、たくさんね、ジェスマイクの商品をいろいろ紹介させていただいてるんですけど、カー用品以外にもですね、こんなね、半自動溶接機まで出してるっていうね、もう一体何者なんだ。で、本当幅広くね、いろんなものを作られて販売されてるメーカーさんなんですけれども、半自動溶接機、溶接機で言ったらね、200V ないとね、できないと思ったんですけど、なんとですね、100V の一般家庭電源でも使用することができるといった、そういうね、ものなんですけど、ね、私自身ね、もう本当にここ最近全く溶接機は触ってなかったんで、すごい心配だったんですけど、これすごいですよ。AI 搭載ということで、その場にあったね、溶接を行ってくれるといったね、そういうね、機能がついているということで、これは安心だよねっていうことでね、うまくない上に、もう久しぶりの溶接ということで不安だったんですけど、AI が搭載されているということで、もう私でもできるんじゃないかなと思ってね、今日は楽しみです。というわけで、商品の詳細見ていきたいと思います。改めまして、ジェスマイク半自動溶接機1台3役溶接機ということで、こちら AI が搭載された半自動溶接機です。 100V、200V 兼用でございます。 200V がない環境でも 100V 電源が使えるので、実質どこでも使えます。 M135D 溶接機には業界初の車載用マイクロコントローラー MCU が内蔵されており、自社開発の ARM455NM32 ビットの Core-X 高性能チップを搭載しています。このチップは32ビット 200MHz の計算処理能力を持ち、ワイヤー系や溶接モードの選択に応じて最適な溶接条件を自動で設定。 AI による最適な溶接が実現し、作業の手間とストレスを大幅に軽減します。さらに Core-X 高性能チップを採用することで、様々な機能や画面の補助回路を置き換え、部品使用を 25% 削減。これにより処理速度が向上し、故障の可能性や製品の重量が大幅に減少しました。でもとにかくなんかすごく高性能ってことはね、わかるんですけれども、なんせ AI が搭載されてて、その時のね、溶接条件をですね、AI が自動で判別して、効率のいい溶接をですね、やってくれるという、どういうことなんだいってことなんですけど、めちゃめちゃ軽いんですよ。とは言いつつも、すごいね、堅牢な作りをしているなってのがわかります。そしてこの色がいいよね、これ。ネイビー色といった方がいいんでしょうか。これがね、すっごいおしゃれなんですよ。そしてこちらは、1台3役の溶接機で作業効率アップ。3つの溶接モードを搭載したデジタル半自動溶接機。ノンガス半自動溶接の他に、被覆アークとリフトティグ溶接も可能。すごいね。軟鋼、鋳鉄、ステンレスなど、多様な材質に対応し、あらゆるユーザーに使いやすい設計。あなたの溶接作業を一変させる決定版の溶接機です。内容物はこのようになっております。はい、それではね、こちらの説明書を見ながら、ワイヤーをね、セットしていきたいと思います。で、こちらのガイドですね。こちらに入れていきます。このように。はい、セットできました。それではね、ちゃんとワイヤーが送られるか確認します。もう来るかな？お、来た！来ました。OK、これで準備完了です。はい。というわけで、今から溶接していきたいんですけど、うち電源雑魚なんで、ポータブル電源しかないんですよね。果たして、これポータブル電源でこれ動くのかな？動かなかった場合は、ちゃんと、配線っていうか、ケーブル買ってくるわ。はい。というわけで、ちょっと本当に限界溶接ですね、これね。どこにでもあるポータブル電源、こちらにつなげて、GO！ おー、動いた。一応起動はしましたわ。というわけで今日はね、溶接機で何を作るかというと、エアガンのね、的を作ってみたいと思います。溶接のリハビリにはちょうどいいんじゃないでしょうか。これ近所の人が見たらさ、あれなんかな、お花見でもしてるのかなと思われるのかな。あら、隊長さんのご家庭、今日一人でお花見なのかしらって。まだ桜も咲いたいのに早いわねって。
いや本当はさ、溶接入門セットを購入したんです、素材の。それがさ全然届かなくてさ本当は1週間前からもう撮影する予定だったのに、マジで待てども届かなくて、もう急遽これ今日ホームセンターで買ってきたんですよ。まあそれはさておき、やるか。でこれダイヤルで出力変えれます。全然ちょっと待って、これ全然クソ眩しいかよこれ。ちょっと感度低いぞこれ。溶接面が感度低すぎてもうもろくなったわ。おーいいね。おいいね、めっちゃ簡単だ。へったくそやけどビビるぐらい下手やけど。おお、ええやんええやん。ちょっと下手くそすぎるわ俺まあもう歪みもないね。めっちゃいい感じだよ。いいね、めっちゃいいね。できたわ。一丁上がりできました。まず1個目完成。うわこれもっと溶接やりてえな。これもっといろんなもん作ればよかった。最後に大きな的を作ってみたいと思います。ジェスマイクの半自動溶接機 M135D を使ってですね、本当に超簡単なもので本当に申し訳ないんですけど、一応ですねエアガンのね的作ってみました。こっからまたさらにちょっといろいろ手加えていこうかなとは思ってはいるんですけど、大体こんな感じですね。ポータブル電源でもね動いちゃうんだよ。やばいね、どこでもできるじゃん。でそれとあと僕溶接めちゃめちゃ下手なんですけど、もう昔からめちゃくちゃやります溶接ってこんな簡単だったっけみたいな。いやこれ僕がね会社員で設備保全やってた時にね、これがね職場にあったらねもっと溶接が好きになったかもしれませんね。はい、というわけでね、実際に作ったものの性能チェックやりたいと思います。はい、というわけで、僕が、M135D 半自動溶接機で作った的たちです。かわいいでしょ。はい、じゃあここからですね、私手作りの的を射の精神で射抜いていきたいと思います。これ見えねえ全然見えんこれ。おい、おお気持ちいい。溶接面かぶってっからね。これ今度僕の方映してちょっと撮ってもらおう。いきます。いかん。あれおい、楽しい。いやこれ楽しい。やば。というわけで半自動溶接機 M135D のご紹介でございました。こっちやっぱすごいね。いや家庭用電源 100V でできるってすごいなって思ったけど、実際に今回はねポータブル電源で、使ったわけですよ。ポタ電でも動くんだねこれ。
しかもちゃんと溶接もできる。これは楽しいですね。まあ、今回はちょっと僕ね、リハビリ的な感じの溶接だったので、次回からね、もうちょっと大きなものをね、これで溶接して、なんかいろいろ面白いもの作っていきたいなと思ってます。よかったら動画のコメントにですね、隊長こんなの作ってみてよっていうのあったらね、みんなコメントに残してほしい。ちなみにこちらの、ね、商品、動画の概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。お家でもね、楽しく簡単に溶接ができますので、こちらおすすめでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんごあぜぎ。バイバーイ。